東京から新幹線を利用して約3時間、福島県北部にある磐梯山のふもと、標高800メートルにある裏磐梯高原。日本国内で指折りの自然景観を有する高原リゾート地です。ここには磐梯山、桧原湖、五色沼など裏磐梯を代表する景勝地が数多くあります。まずは裏磐梯がどのように形成されたか見てみましょう。1888年、磐梯山の噴火により山体崩壊が発生しました。水蒸気爆発により小磐梯を崩壊、消滅させ、岩雪雪崩により川をせき止め、桧原湖、小野川湖、秋元湖など多くの湖沼群を作りました。現代の裏磐梯の景観はこの時に形成されたものです。今回は火山性物質などの影響で独特の色彩を持つ五色沼湖沼群をご紹介します。五色沼自然誕生路、裏磐梯ビジターセンター側から散策してみましょう。4月下旬、木々の緑が芽吹き始め、暖かな日差しが周りを包みます。ビジターセンター側から続く小道に沿って西へ向かって歩くと、最初に出会う毘沙門沼。緑青色の水面と美しい磐梯山を眺めることができます。ここでは手漕ぎボートをレンタルして水面から景色を楽しむことができる唯一の沼です。水質はそれほど強い酸性ではないため、アブラハヤやウグイなどの数種類の魚も生息しています。この毘沙門沼は五色沼の中で最も大きな沼です。次は赤沼。赤沼という名前にもかかわらず、わずかに赤い色合いの緑がかった色に見えます。この赤い色は水生植物の根に蓄積している赤サビの残りから生じています。続いて見えてきたのが三泥沼。五色沼自然誕生路で最も小さな沼の一つです。三泥沼には複数の水源が流れ込むため、水の色が変化し、まだらのような色になっています。水質、植生、光の質の違いに応じてさまざまな色に変化します。夏は草木に覆われ、
ほとんど姿を見せない沼が辰沼です。とても美しい青色が見えてきました。五色沼の中で2番目の大きさを誇り、最も酸性度が強い沼の一つである弁天沼です。青、緑、乳白色の弁天沼は五色沼で最も酸性度が強い沼の一つであるため、冬には凍りやすくなります。五色沼には酸性の沼が多く、鉄、マンガン、アルミニウムなどを多量に含んでいます。水が青色や赤色に見える理由は、水中に存在するケイ酸アルミニウム系の金属微粒子による光の散乱や、湖底に蓄積した酸化鉄などが光を反射するためです。続いては瑠璃沼。展望ポイントは木道から脇道に入った場所にあります。弁天沼や青沼のように、この瑠璃沼には磐梯山北斜面の火口湖である赤沼から酸性度の高い水が流れ込んでいます。続いては青沼。青沼は酸性度が高いため、プランクトンや魚は生息していませんが、沼の底にはウカミカマゴケと呼ばれる苔が繁茂しています。最後は柳沼。柳沼は五色沼の中で最大の沼の一つです。このエメラルドグリーン色の柳沼の酸性度は比較的低いため、プランクトン、ウグイやワカサギなどの魚を含む水生生物が生息しています。この季節の単焦炉では塩嶺草を至る所で見ることができます。柳沼を過ぎると裏磐梯物産館に出て単焦炉は終了します。この五色沼自然単焦炉の距離は 3.8km。 ゆっくり進むと90分程度です。トレッキング経験のない初心者でも無理なく歩ける単焦炉ではないでしょうか。季節や天候によって色合いが変わるため、何度訪れても新しい発見や感動があるように感じます。ご視聴ありがとうございました。